こんにちは。福岡県北九州市に住んでいます。断捨離トレーナー講習生、笹尾勝子です。今日は私の断捨離ストーリー、うつ病からの脱却、住空間と心が整うまでをお話しします。断捨離と出会った頃、私は天職とさえ感じ、生きがいを感じていた高校の養護教諭のお仕事をうつ病のために休職していました。うつ病のきっかけとなったのは、両親が相次いで亡くなり、実家を空き家にしないために急遽一人暮らしをしていたアパートから実家への転居、直後の転勤、過労、交通事故とストレス要因が重なったことです。うつ病で気力体力をなくして一人暮らしをしていたアパートを引き払うことを放置して家賃を6年間払い続けていました。住んでいた実家の中身は亡き両親のもの、私の子供の頃からのもの、40年前に家を出ている兄のもの、20人くらいの宴会に対応できるテーブル、調理器具、食器類、座布団、10人ほどならいつでも宿泊できるような布団類、箱に入れたままの大量の頂き物などがキッチンの収納場所や家中に点在する押し入れにぎっちりと詰まっていました。溢れたものを段ボールや大きなビニール袋に詰め込んで壁際に積み上げていました。お部屋と呼べる住環境の中で精神状態を保つために必死で瞑想や両親を弔うための度胸をしていました。うつ病発症後5年目に上司からうつ病を完全に治すための長期休職を勧められ、初めて年単位のお休みをいただきました。精神科のリワークに通い、自分と向き合いました。うつ病からの完全脱却のためには住環境を変える必要があると気づき、以前一読して私には無理と本棚にしまっていた断捨離提唱者山下秀子さんの著作新片付け術断捨離を手にしました。私の初めての断捨離はお財布の断捨離でした。お財布の中を全出しし、レシートを使っていないポイントカードを捨て、お財布の中と外を拭きました。札入れと小銭入れの隅に溜まっていたほこりに気づき、取り去りました。お財布を開くたびに、すっきり感に思わずにっこり、使い心地の良さを実感しました。実際に行動に移してみて、お財布一つですっきりした気持ちを感じたことで、断捨離ってすごいと思い、メールマガジンにも登録しました。次に取り組んだのは本をテキストに運送業者さんと共に行った実家の断捨離第1弾とアパートの断捨離です。運送業者さん相手に時に涙しながら物にまつわる思い出や思いを言葉にして聞いてもらいながら大量のものを手放しました。言語化することが物とのお別れの儀式であるかのような感覚でいました。物を手放すことが両親の言葉や愛情を裏切り、両親の生きた証をなくしていくように感じて、とにかく辛かったです。1ヶ月半という時間をかけて、辛いながらも合計では2トントラック2台分に相当するものを出しました。同時にアパートも引き上げることができて、無駄に家賃を払い続けている愚かな自分を責める必要がなくなってほっとしました。その後、うつの症状は改善し、休職していた仕事に復帰しました。
職場復帰して1年半後に不本意ではありましたが、異動の辞令を受けて遠距離通勤の職場に転勤しました。転勤10ヶ月目に通勤の帰り道で自動車の単独事故を起こしそうになり、うつ病のきっかけとなった交通事故の恐怖がよみがえり、うつ状態再発、再びの休職。その休職中に断捨離トレーナーさんと共に実家の断捨離第2弾に取り組みました。再び通い始めたリワークで自分の内面と向き合ううちに、一人暮らしに限界を感じている自分を素直に認め、居住空間に閉塞感を感じていることに気づきました。婚活サイトと経営科学出版のメルマガでちょうどご案内のあった断捨離トレーナーさん派遣の申し込みにポチッとしました。実家に来てくださった現断捨離トップトレーナーダン陽子さん、以降陽子さんと呼ばせていただきます。と家の中を一通り2人で見て回った後、風が通る家にしましょう。亡くなったご両親のものの断捨離は、そのことが供養になります。という心に響く言葉をいただき、その後の心の支えとしました。以前、遺品整理でお世話になった運送業者さんに、陽子さんの目の前で電話をし、トラックを持ち込んでの片付けの日程を決めました。その半月後、2日間で第1弾の1ヶ月半かけて泣きながら行った実家の断捨離で出した量と同じくらいの量、2トントラックの大分を両親のものを供養しているのだ。明るく見送ろうと思えて、サクサクと出すことができました。幾度目かの陽子さんの自宅訪問で、風の通る家が実現し、陽子さんとお茶を飲みながら壁の色の暗さや部屋の暗さ、動線が良くないことなどを話していたときに、リフォームしてはどうだろうというアイディアが浮かびました。断捨離トレーナーさんと同時期に婚活会社のお見合いで出会った今の夫と、リフォームを計画段階から相談協力し、リフォーム後、同居、入籍しました。養護教諭の仕事にも復帰し、定年退職まで勤め上げることができました。うつ病治療のための薬もやめることができました。完全治癒が難しいと言われている長期化したうつ病を克服できたことで自分への自信もつきました。この背景の病気は昨年父の書斎だった2階のリフォームをようやく終えた後、屋根裏部屋で棚だと思っていたをふと取り出し、開いてみて見つけました。右側の踊っているように見える字は私の名前和子の和、平和の和という字の旧字体です。初夏だった父の作品です。左側は50年前に父が中国でやってきた東方の天女の図柄です。天女のようにご機嫌に楽しみながら和やかに生きていきなさいという父の私への願いが込められたプレゼントだと受け止めました。断捨離は時に宝物を運んできてくれます。物を溜め込み、詰まらせ、人生を詰まらせ、15年間うつの薬を飲み続け、治療のために大好きな仕事を休まざるを得なかった私が、断捨離と出会い、断捨離トレーナーさんの伴走を得て、住環境を整え、人生を立て直し、快適な住環境と人生のパートナー、ご機嫌な暮らしを手に入れた体験そのものが、断捨離は命を救う最強のメソッドだということを証明していると思います。定年後に得た資格、公認心理師 IB マッピングマスターの聞くスキルを活かして、クライアントさんの話を聞きながら、
その人の生きる力を引き出しつつ、その人の断捨離に寄り添える断捨離トレーナーになることを今は目指しています。ご清聴ありがとうございました。断捨離提唱者山下秀子公認の断捨離トレーナーがあなたの自宅に行くワンデー断捨離サポート。トレーナーと一緒に実践することでぐっと断捨離が進むでしょう。詳しくは概要欄からご確認ください。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。